じゃあいろいろ投げてみます。今回は6000番のXG のギアですね。で PE35 に50ポンドリーダーで、1キロちょい入れてます。でスプ変えて2号の40ポンドとか意外とベストマッチします。はい、この辺が一番大きめのリールになってくるかなと思います。じゃあ投げてみます。で、55g の、トップウォーターペンシルですね。でこの辺がベストウェイトかなっていうぐらいになってきますね。じゃあ投げてみます。で垂らしはこれぐらい、これぐらいですね。そしてテイクバックから振り抜く。いいですね。はい。でアクションはこうちょん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 。でこの今親指すごい効いてますね。ちょん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 。でこの針のあるティップでちょんちょん弾いて、すごいアクションつけやすいですね、こういうドッグウォーター系は。この足場の高さいろいろあると思うんですけど、ちょんちょんちょん、あまり力を入れず手元だけの上下の運動で人差し指と親指に力を入れてやりやすいですね。はい、いいですね。今回今使っているのは普通の、重量だけ、飛行姿勢とかそういうのルアーで飛ぶ飛ばないって出てくるんですけど、重心の入ってないタイプの普通に飛びやすい安定したルアーですね。だからこの辺が基準になってくるかなと思いますね。ルアーの 50g 前後、普通のルアー、飛行姿勢、振り抜く。いいですね。ビューンって伸びていきましたね。はい、次はこのビッグベイト系、84g あるんですけど、普段今の主流のゲームではベイトリールで投げてくるような大きさになってきます。これ 84g。はい、この辺はやっぱりちょっともうルアーの自重が出てくるんで、振り抜くとかスイングスピードを上げるっていう意識ではなく、バットに乗せてからこの辺から重みでシュンと投げていくって感じですね。重み投げれる。はい、だからこの辺をまだまだ余裕を持って投げれるっていうところから、だんだんこの竿のすごいすごいっていう強みというかパワーを感じてきますね。でこういうもペンシル系のドッグウォークはちょん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 。これは先ほどの 55g と一緒で、ルアーの抵抗とか重さよりもロッドの重量、バランスでやっぱり一日長いこと続けるようなシーンの時は、場合の時はやっぱ極力力入れたくないんで、こういう手元の手首の返し重心でロッドのティップで仕事をしてもらうという感じですかね。で垂らしは重くなってくるとちょっと長めの方がいいかなと思いますね。はい、でこれでゆっくり投げて、これ乗せて振り抜く。はい、で着水前に糸絡みしないフェザーリングをして、でアクションに移行していく。スリーフックとかの場合はやっぱりどうしてもルアーのこういうビッグベイトとかってベイトリールで投げる場合は太いピーラインが矢尻の下ぐらいになってルアーを安定させるんですけど、スピニングの場合はやっぱりラインがフリーになるんで、振り抜きで飛ばすというか、ルアーの自重で飛ばしていってなるんですけど、やっぱラインのスラックがキャスト後に出てくるんで、そこで着水の針のラインを拾ってしまうっていう現象がフックが多くなってきたり、ルアーの形状によって起こってくるんで、やっぱ着水前のこういうラインをスッて止めていく、スプールに指を当てて止めていく、この動作は意外と使っていくうちに重要になってくると思います。はい、次はこのもうほとんどビッグベイトですね。115g これはあります。はい、この辺はやっぱりベイトロッドメインで投げてるっていう今の主流なんですけど、なんとこの辺のこのマグナムバレットは背負えちゃいますという。だからこういったところがすごく面白くて、なんていうかな、幅広さの
ごさを感じますね。これはもうほとんど振り抜くことはできないんで、重みを乗せてロッドの反発で振り抜いていきます。でこうサミングして、ちょっと波あるけど、でルアーアクションですね。これは同じようにこのままこうやってロックウォークさせていくんですけど、やっぱ入力を強く入れる時のこのスプラッシュですね、これが今までやっぱりできにくかったっていうか、出させにくかったんですよね。このティップで弾いて右左の時の水しぶきのスプラッシュを入れていくという、このアクションがこうすごくやりやすくなりましたね。ロッドの張り感で出せてくるという、右左右左こちゃこちゃ。はい、次はこう12、3センチのこれ 21g、20g 前後、一般的なシーバスミノですね。この辺は河川でもサーフでも磯でもよく多用するルアーですね。ほんで今回リールは先ほどと変えました。3000番で 1.5 号の30ポンド、ライン落としました。でやっぱりこの辺のルアーをメインに使っていくっていう時は、やっぱりさっきみたいに3号とかちょっと活かせきれないんで、この辺の 1.5 号2号ぐらいをメインで使用したいところですね。でその辺でもすごくキャストに関してはこう振り抜きがめっちゃ早くできるんで、ルアーはシューンって飛んでいきますね。すごいこうインパクトっていうか、放出時の返しで飛んでいく、すごいシャープに飛ばせるルアーですね。でこの辺のルアーは先ほどのルアーと違ってこう、だんだん重くなってきて、さっきみたいに 100g 超えてくると人間側の肉体腕力とか、体感とかなんかいろいろ個人別にいろいろ感じる差はあると思うんですけども、この辺の一般的なルアー、みんなが使える、どんな竿でも使えるっていうところを、この竿はより振り抜いて距離を出せるっていうところを体感してもらえると思います。で使用感は同様、リーディング、一定リトリーブ、この辺もすごい集中できますね。感度取れてますね。であとはリーディングの動き、重み、それで潮の重みなり流速なり感じていける竿ですね。より風が吹いてる状況悪い、磯なんかで使いたいっていう時は、若干やっぱ垂らしは短くなってくると思います。でこれぐらいですかね。さっきよりも10センチぐらい、短くなった時の振り抜きですね。コンパクトでこれぐらいの振り抜き、これも全然追従してきますね。テイクバックをそんな取れない、シャープに振り抜きたい、低弾道で飛ばしたい、こういった時のシチュエーション、やっぱりこの88のリングスですね、これがスイングスピードを上げれてるんで、ティップはある程度柔軟性というか、ルアーをこの 20g 前後でも十分乗せれて弾けるっていう感覚はあるんで使えます。次はこういうミノですね。これは16センチの 43g、だいたいこれは重心移動入ってすごい飛びのいいルアーですね。で 40g 前後、この辺が一番飛距離を 40g であたりでプラグ的なもので感じれるところだと思いますね。でさっきよりは全然こう振り抜きが速くなれますね。で次はシャープにいろんな低弾道からこうロングキャストの上昇向きのキャストまでいろいろ対応できますね。これはやっぱりアングラーの意図、あとフィールドのシチュエーション、風の向きだから、こういう弾道でルアーを届けたいっていう時にきっちり振り抜けますね。であとはこうやっぱり手元に感じてくる感度ですね。このティップの揺れですね。ルアーがちゃんと動いてますよっていうのを感じれるところですね。そしてここでスイング、ここで振り抜く、いいですね。よう飛ぶ。これぐらいですね。今だいたいこう8割ぐらいの力、7、8割でこう投げて、返してとここの溜めてインパクトパンっていうところだけ意識してるんで、これをもっと飛ばしたい、もっとなんかしたいっていう時はもうフルに
もっとまだまだパワー余ってますね。はい。まあ、こうゆっくり動かしても、やっぱこういうミノとかってこういう潮気、あと流速、川筋の流速、潮の海だったらこう重みきっちり感じ取れてくるんで、そこのリーディングとこのロッドから伝わる重みですね。で、まあ、ゆっくり巻いてもこの重みで感じることができる感度は取れますね。でこう早く巻いてくるルアーがウォブリングしだしたっていう伝わってきますね。はい、この辺の感度はきっちり出てると思います。はい、次は、この食わせ系ですね。バイブレーションジグヘッド。これは16g なんですけど、この辺の 20g 切ってくるルアーですね。まあ、この辺は自重よりもすごい飛ぶようなルアーなので、同じように振り抜きでこう飛ばしていく。よく飛びますね。でこの辺もこれバイブレーション系ですごい振動がプルプルって伝わってくるんですけど、もうここの振動はもう細かくティップ見ててもブルブルブルってなってるし、ここからの伝わる感度、これは非常に手元に伝わってきます。これはやっぱ針感のなせる技ですね。ボトム近くの障害物にコンとコンタクトした時とか、魚の当たりとの違いとかすごいわかると思いますね。感度は全然取れてます。いいですね。やっぱこれが針を作らしてのパワーのある部分だと思いますね。これが出し切できるっていうのは。で今ちょっと力入れて振り抜いてみました。でやっぱり飛距離はどんどん伸びてきますね。でやっぱもっと飛距離伸ばしたい、もっと遠くに飛ばしたいっていう時は、それを意識して投げることもこの 16g、20g 以下でもできますね。そういったベイトボールが遠いところにある、ナブラがちょっと遠くに起きてる、でちょっと変色して小魚食ってる、これぐらいのちっちゃめのルアーで食わせたいっていう時はフルに振り抜く。これはもうだいぶ飛距離出てますね。おお、飛ぶ飛ぶ飛ぶ。さっきよりだいぶ伸びてますね。でまあここで魚がかかりましたっていう時はやっぱりもう食わせのルアーを使ってるんで、まあ針も細軸とかになってくるんで、強引なファイトは絶対こっちのパワーが勝ってくるんで、やっぱこうフッキングだけポンと入れて、あとはゆっくりですね。この竿でベンドフルベンドとかそういうガチンコファイトを考えずに、ゆっくりこう打って慎重に、その辺は心がけたいところですね。はい、次はなんと 10g、 先ほどの 110g からなんと 100g も軽くなりました。もう完全食わせ系ですね。ジグヘッド系、ワーム、そういったものを、こういうのをメインに使用するロッドではないんですが、どうしても釣りたい場面、魚食わない場面、こういうのをタックルケースに1個ピッと忍ばしといて、で食わせるぞっていう時です。で投げます。これも一緒ですね。もっとやっぱいろんな 10g のジグとかになってくると飛距離は変わってくるんですけど、食わせるはシーバスの釣ってる状況においてやっぱり使いたくなってくるルアーの一つなんで、この辺までカバーできるっていうのはもういろんな調校の時にすごい役立つ、本当この1本でも何でもできるんじゃないのっていう感覚になってきますね。ということでね、このインクルードシリーズの88のマグナムバレット、これやっぱりまだまだいろんな可能性があると思います。で僕やっぱり当初こう、ルアーありきっていうところで幅を広げたロッド、オールマイティなロッドみたいなコンセプトで進めてきました。このロッドを持っていろんな挑戦をし続けてみてください。